足音、もう聞こえなくなったね。どうやら追っ手を巻くことができたようだ。まずは礼を言わねばなるまいな。助けてくれてありがとう。ねえ、この人ってもしかして有名人なの？道理で他のものとは気配が違うわけだ。面白そうですか？追いかけられてピンチな状況でしたけど。だが良いのか？スカラの生徒であれば彼女から協力要請があったのでは？そちらの協力は断ったが、こちらへの加勢はしてくれるというわけか。ああ、やっぱり基準はそこなんだ。だが黄色だったか。彼女が言う己の限界を試したいという気持ちもわかるな。ちょっと変わってるよね。三剣さんとは分かり合えてるみたいだけど。己を鍛え上げるためにあえて困難な道を選ぶその精神は我々も見習うべきものだぞ。私たちはどうやら心強い味方を得たようだな。三剣さんと指揮官さんでなんだか盛り上がってますね。もうそうだ、リードさんってスカラ校舎の生徒だよね。じゃあここの土地や人にも詳しかったりする？それでも十分だよ。地元の協力者ゲットだね。これでタケルちゃんには絶対負けない。確かに非合法の商品を扱っている以上は当然の対策だ。なるほど。確かに後ろ暗い人間は喧騒を避けるか。そのヒントとなれば一気に勝利が近づいた感じがするね。であればうってつけの人材がいる。こういう時こそ玉瀬の出番であろう。私ですか？記憶だと玉瀬は狙撃手としての訓練を受けていた。特に長距離射撃では右に出る者はいない実力を持っているはずだ。玉瀬さん頑張ってね。タケルちゃんに勝とうね。はい、頑張りますね。観測してみます。
目標の居所さえおおよそ把握できれば、相手にしなければならない妨害者の数も抑えられるだろう。ならあとは邪魔する人たちをやっつけて材料をもらうだけだね。確かに奥の通路にお店があります。ただそこにつながる道で警戒している生徒さんも多いですね。遭遇せずにたどり着くのはここに3人とこっちに5人と、あとこの路地にも。ありがとう2人とも。よーし、このままタケルちゃんを追い越すんだからね。まずいじゃないですか。来たな。しかし思ったほどの数ではないようだ。では私も加勢するとしよう。一人だけ任せておくわけにはいかないからな。いかん、罠だ。止まれ。間一髪だったか。何？もう罠を使うなんて風紀委員会の人が邪魔しに来たの？やっほー。つかみどころのない気配。そなたたちの知り合いか？